こんにちは、すずらんこみちのすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はこちらのヒュートレイシーの17キーカリンバをご紹介していきたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで今回はこちらのヒュートレイシーのカリンバをご紹介していきたいと思います。今回はダンモイ様よりご提供いただきました。2台ご提供いただきまして誠にありがとうございます。今回はこちらはまた後日レビューするとしまして、こちらをご紹介していきたいと思います。まずはダンモイ様を簡単にご紹介させていただきます。ドイツの販売店で世界中からのご注文を受けておりまして、卸売にも対応しています。もちろん日本からもオンラインショップにて購入可能で、送料も比較的安いと思います。販売商品はカリンバだけでなく民族楽器なども多く取り扱いされております。概要欄にショップリンクを貼っておきます。ぜひご覧ください。まず今回はこちらなんですけども、はい、こういったものになります。ヒュートレイシーのカリンバなんですけども、とてもシンプルに外箱と本体のみになっています。この音階のカードみたいな厚紙もついてましたね。はい、そして私の動画ではめったにというか初めて登場すると思うんですけども、実ははい、緑の箱のこちらの逆でしたはい、こちらのねカリンバもあるわけですよ。はい、実はこちらは以前私は購入していたんですけども、ご紹介するほど私自身が気に入らなかったというなんだかなと思ってしまってご紹介まで至らなかったカリンバになります。はい、こちらは Amazon で購入しました。すごく安かった時があったので、はい、Amazon で購入しております。今回はこちらの2台を比較しながらご紹介していきたいと思います。こちらはボックスタイプのものになりまして、ご提供いただいた商品となります。そして左側は Amazon で以前購入しておりましたソリッドタイプの同じく17キーとなります。ヒュートレイシーはボックスタイプとソリッドタイプそれぞれに名称がついておりまして、ボックスタイプの方にはトレブル、ソリッドタイプの方にはセレステという名称がついております。まずは外観を映していきます。はい、こちら箱型になります。そしてついでにソリッドタイプの方もご紹介しておきます。はい、このようになります。とってもシンプルなデザインで、作りもどことなく民族楽器感がたっぷりで素朴で、特に装飾もないデザインなんですけども、塗装もとてもナチュラルな感じで、触り心地は私が好きなタイプの木材を感じるような触り心地になります。ちょっとね、匂いが独特な香りがしますね。はい。で、私的な萌えポイント萌えポイントなんですけど、萌えポイントってなんか表現していいのかあれですけど、ここのね下ナットの木材がすごく小さくないですか？これかわいいと思ってかわいいなと思って、どうでもいいところなんですけどすいません、私的萌えポイントでした。ちっちゃかわいいと思ってはい、こっちではねちょっと音色があまりに私のイメージと違ったのでそこまで見なかったんですけれども、この今回いただいたボックスタイプを見てみて改めてちっちゃかわいいってみたいなそんな感じで、はい、すごくかわいいなと思いました。はい。でこの2台の重さなんですけども、こちらのトレブルは 312g、 そしてセレステは 283g でした。ソリッドタイプの方がね重量が重い場合があるんですけども、すごく軽くできています。
箱型は他の箱型と大差ないかなっていうぐらいの軽さですね。はい。そして素材なんですけども、ちょっとねよくわからないんですけども、なんとなくアフリカンチークかなと思います。それからキーはとってもまっすぐなストレートタイプになりまして、ここはシールではなくて塗装があらかじめされております。このね、消えちゃったかな。このソリッドタイプのね、ここのブリッジのここの側面に赤い塗料がペッてついてたんですよ。なのでもしかしたら組み立ててから色をつけてあるのかもしれないですね。はい。そしてこちらのキーなんですけども、よく口コミでも見かけるかもしれないんですけども、爪が削れやすいということで、すごく鋭利なこの先端になってるんじゃないかっていうようなコメントや口コミなどを見ていたんですけども、そこまで言うほど鋭利ではないです。こうね、こすってももちろん怪我はしません。なんですけども、なんというかキーがねすごく硬くって角がしっかりあるというか、エッジが強いというか、はい、そんな感じがしますね。実際私も弾いてみたらがっつり爪が削れたんで、いっそのこといつもよりちょっと短めにして親指のこの皮膚でも弾くようにしたところ、その削れていく感じが軽減していきました。はい、でこの先端のこのエッジがあまりに痛いとか、ちょっと合わないなっていう時はヤスリがけをしてもいいそうです。あくまで自己責任でよろしくお願いします。ちなみになんですけども、中国製によくあるようなこういったタイプのキーはメッキ加工がされたキーなので、ヤスリがけは絶対ダメです。禁止です。加工が取れてしまいますのでよろしくお願いします。そして今回届いたトレブルは G 調になります。はい。それから私が以前購入していたこちらのセレステは C 調。C 調なんですけども、中央は C から始まっております。こちらのトレブルも G 調なんですけども C、B から始まっております。なので全く同じ音がするんですけども、音階は違います。こちらは C 調なのでシドレミファソラシド、はい、こんな感じです。ちょっとスライドはしづらいかな。だいぶ上の方からやらないといけないですね。はい。そして箱型のトレブルの方は G 調なんですけども B から始まっているということで、ちょっと癖が強いです。はい。C なんですけども G 調なので、 G 調っていうのはソから始まるドレミファソラシドと考えると、ここがソなんですよね。そう。はい。こうやって弾くとドレミファソラシドに聞こえませんか？移動度で考えてみてください。と考えていくと通常の楽譜も弾けるようになるんですが、ここがドだと1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、ソまでしかないんですよね。なので通常の17音の楽譜は使えません。難しいです。ということで今回は C 調にまずはチューニングをし直して、それから音比較をいつも通り取っていきたいと思います。ではちょっと大変な作業なんですけども、一度 C 調にチューニングをし直してみます。少しお待ちください。ちなみにチューニングは私はウクレレ用のクリップチューナーを使用しておりまして、使わないキーというかチューニングをしないキーのところで挟んでおります。はい。でこちらはポケマ社のチューニングツール棒ですね。これすごく便利なのでこれを使っております。私のベースのサイトでも販売しておりますので、よろしければご覧ください。多分もうすぐ在庫を足す予定です。
はい、チューニングをしてみました。真ん中がドから始まる C 調にしてあります。この色分けの赤い塗料で私はちょっと指がよくわからなくなってしまったので、先にドレミファシールを貼ってあります。これはスズラン小道で貼ってある小型のとても小さなシールになっております。両方とも貼りましたので、音色にそれほど差がないと思います。では比較演奏をとっていきたいと思います。使用する曲はいつもの命の歌で、マイクで生音をとっております。すごく普通のマイクになっておりますので、実際の生音が体験できるんじゃないかなと思います。それではお聴きください。はい、弾き比べしてみたんですが、残念ながらセレステの方が C 調に合わせるとどうしてもここがどうやっても響かないんですよね。左右に動かしてもダメで、はい、残念。なのでこちらは B 調にまたチューニングをし直して音を下げて B 調でもう一度撮ってみたいと思います。ではもうしばらくお待ちください。B 調にチューニングをし直しましたので、もう一度演奏してみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。 C 調の時にならなかった左側2本目のキーも B 調にしたことでなんとか音が響くようになりました。
こちらのセレステなんですけども、以前 Amazon で購入したものになりますが、キーの配置がどうしても何か違和感というか難しいなと思って、先ほどのように C 調にチューニングをし直したんですが、やはりねこの2本目のキーが響かなくなってしまいまして、でネイルもなんとなくソリッドタイプだともっと透明感のある音なのかなと思ったら、キーの当たるこのかすれ具合の音も昔は気になってしまって、それでお蔵入りになってしまったんですけども、今回もう一度チューニングをし直してもやはりこの2本目は響かなかったですね。なんでだろうな。難しいんですね、カリンバ。すごくシンプルな作りなのにどうしても響かなくなるとどうやっても無理で、動かしてみたり低くして高くしてとやってみたりしてもダメでした。はい。そしてこちらのヒュートレイシーなんですけども、私が YouTube を始めたての頃はカリンバをやっているのになぜヒュートレイシーを使わないのかと、かなりねクレームに近い程度のお言葉をいただいたりも1回や2回どころじゃないぐらいありまして、もうその頃はねもうどっちかっていうともう半分意地になってしまって、私の方もあえてヒュートレイシーを使わずに低価格帯でもっと良いものがあるはずだと思って、そちらを紹介したいと思いまして Amazon でいくつも商品を購入して試していました。もちろん現在の17音カリンバを生み出したヒュートレイシー社で、そして1950年代から販売されているこちらのカリンバなので、元祖のカリンバとしては気になってはいたんですけども、今現在ここまで流行ってきたのは中国製の安めのカリンバがかなり貢献しているとも思っていまして、先ほどの YouTube を始めた頃にいただいていた否定的なコメントには今もと感じることはあります。ですが年数が経ちまして、そして私も憧れのホケマ製品で17音を楽しめるようになり、それから大量生産ではない個性的なカリンバもかなり増えてきて、改めてこの元祖でもあるヒュートレイシーを触ってみたくなり、このソリッドタイプのセレステを購入しましたが、ちょっとね私の好みではなかったということでお蔵入りでした。はい。キーもね扱いづらかったのも大きな原因だと思います。その頃は寝かせて弾くことが多かったので、今はもうちょっと上から手を持って弾けるようになったので、その頃に比べると弾きやすくはなったかなと思います。はい。で今回のこのトレブルいただきましたが、比較してみるとヒュートレイシーはどちらかというと私はこちらの箱型タイプのトレブルの方が好きです。なんだろうな、このキーの擦れる音具合もまあ同じなんですけども、より素朴感が増してるというか、そしてやはり箱型なので空気を含んだ丸い音がしまして、生音は私はこちらの方が好きです。まだねスライドが綺麗にできないので、ここはもう要練習あるのみというような感じなんですけども、はい、皆様どのように聞こえましたでしょうか。箱型で B 調にしてみるのもまた面白いのかななんて思いましたが、もう今日はいいや今日はもういいや、ちょっとチューニング疲れたな疲れましたね。まあ全部を下げたり上げたりするのはそれなりに労力がいりますのでね。はい。こちらのソリッドタイプのセレステはB 調のままでいきたいと思います。なんとか B 調なら使えそうかな。はい。でこのヒュートレイシーなんですけども、先ほども音階のことでご説明しました通り、購入したまま他の17音カリンバと同じように曲をカバーして演奏できるのかっていうとかなり難しいです。やはりチューニングは必要になりまして、また C 調、B 調、他の調にもできるかもしれませんね。はい、チューニングをどの調に合わせるのがこのカリンバに向いているのかなっていうような悩みも出てくるのかなと思います。いろいろと試してみて、このキーをね完全に抜いてしまうとはめるのも大変ですし、また枕木が傷つくことによってビズ音が発生する可能性もありますので、抜かない程度に
先ほどのようにチューニングハンマー別売りのものですけど、他のカリンバについているもので上げたり下げたりして、ちょっとこの音が好みだなっていうようなチューニングを探してみるのもいいかなと思います。こちら2台を触ってみて思ったことなんですけども、現在の中国製品がかなり溢れるカリンバ界隈の中では、やはりこのヒュートレイシーは元祖ながらも素朴な音色がとても個性的に、逆にね、個性的に聞こえました。カリンバのルーツとしても一度触っておいて損はないかなと思います。どこかで触れ合う機会がありましたら、ぜひ一度お試しください。こちらを販売しているダンモエ様のショップページは概要欄にありますリンクからご覧ください。今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それでは、すずらんこみちでした。スライドは難しいかな、まだ。なんとなく、なんだろうな。ここの断面に指が当たってしまうんですよね。間も磨けばいけるのかな。そしてこの赤いマークを私は外してしまいたい。これがあることによってかなり目があれって分からなくなって、なんだろう、ちょっと疲れが出るというかいやいや、こうね、見すぎなんですよ、キーを見すぎだな。この赤い塗料に騙されちゃいけない。騙す？違うな。惑わされちゃいけないですね。はい、もうちょっと練習します。ヒュートレイシーいいわ、やっぱり箱型だな。私は箱型が好きだな。だけど厚みがあるから私の手では弾きながらこのトレモロは難しいな。はい、ということで今回は以上です。それではまた。